こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。5月1日木曜日、時刻は、昼の1時を回りました。いや、今日もめちゃめちゃいい天気です。眩しい。今日話すテーマなんですが、散歩で学ぶミニマリズム、こういったテーマを交えて話したいと思います。これはあくまでも僕個人の主観と見解に基づく内容となりますので、全ての人に当てはまるかどうかは分かりませんが、なんだろう、そういう意見もあるんだなとか、そんな感じの気軽な気持ちで、見ていただけると幸いです。もうゴールデンウィーク中は、こんな感じで、手ぶらで歩いてるんですけれども、散歩をする際は基本的に荷物はなるべく最小限にまとめるようにしています。このウグイスのこの鳴き声めっちゃええな。ちょっと足を伸ばせば、こういう緑豊かな自然景色、こういった景色を見ながら、この空気の新鮮さとこのリラックスした感じを楽しむことができるんでね、これも散歩の醍醐味というか、そんな感じ、そういう感じでね、今回はスマートフォンと家の鍵だけなんでね、それ以外は何も持ってません。いや、おかげでめちゃめちゃ軽いんですよね。余計なものを背負わなくて済むっていうのと、もうこうして散歩を続けるうちに、いかに動きやすくするか、どれだけその身軽でいられるかっていうのと、あとは普段身につけるもの、あと普段身につけるものとか着用する服もそうだし、できる限り動きやすくてシンプルでかつ機能性に優れたものとか、そういうものを使うようにします。機能性に優れたっていうか、やっぱ飽きのこないシンプルなものが重宝しますね。で、昔、確かあれは10年前かな、10年前に東京へ遊びに行った時なんですけれども、その当時はあれなんだっけ、ブーツじゃなくて、ヒールのついたレザーの靴を履いてた時期あったんですよね。レザーの短靴っていうのかな。だからソールが薄くて、で長時間歩くのに適していない、そういう靴を履いて、東京へね遊びに行ったことあったんですよ。で、思った以上に歩き続けることになっちゃって、でものすごい足が痛くなったんですよ。半端なかったですね。足の痛みは半端なかった。なんでその当時あんなレザーの短靴を履いて歩いたんだろうって今でも不思議なんですけれど、多分それはなんだろうな、ちょっとおしゃれなものを履きたいとか、多分そういう気持ちがあったのかもしれないし、今はねもうそういうレザーの短靴とか、なんだろう、ちょっとごつい感じのブーツとかそういうものは全部処分しました。今家にあるのはこのボロボロのニューバランスのスニーカーと、あとはなんだ、日常使い兼アウトドアにも役に立つアウトドアシューズかな。もうこれさえあれば、もうどこへ行っても特に困ることはないし、国内旅行だけじゃなくて、海外を旅する時も、そういった長時間歩くのに最適な靴はめっちゃ重宝しますね。で、最近のアウトドアシューズに関しては、シンプルなデザインだけじゃなくて、ちょっとカラフルなものもあれば、それなりにちょっとねおしゃれなものもありますし、日常使いの一部として取り入れる、そういった使い方をすることもできるんで、そういうなんだろう、ミニマリズムな視点で見れば、そう日常とアウトドアウェアは相性抜群なんですよね。機能性に優れていて、で収納する時もかさばりにくいし、で手入れも簡単で割と丈夫な作りというか、そういう面ではね、もう10年前と今では物を選ぶ基準が大幅に変わりましたね。人によってはバス通勤とか電車通勤とか、今住んでいる場所から駅まで、片道10分以上歩いて行く人も
きっといると思うんですよね。おそらくこれはまあ僕の住んでる町だけに限らず、東京とか名古屋、大阪、福岡とか札幌もそうですし、なんかそういう交通機関、公共の交通機関、そのインフラが整っている地域に住んでる人の方がかなり歩いてると思うんですよね。車を持っている人、その車通勤の人よりも圧倒的に電車やバス通勤の人の方が一番歩く距離が長いんで、僕も昔そうだったんですよ。車を持ってた時期あったんですけど、それはもう7年前に手放して、まあ歩いてなかったですね。だからどこへ行くにしても車に乗って移動することが多い、もうそれが当たり前みたいな感じだったんで、まあ、かなり運動不足でしたよ。昔はねちょっと今と違って少し太り気味な時期があったんで、その時と比べたら今はもうだいぶ変わりましたね。全然違う。で、持ち物とか洋服に関してもう大きく変わりましたね。昔はね、冬の時期だったらどう言えばいいかな、あれピーコートとかチェスターコートとか、そういうのを着ていた時期があって、であとは財布も長財布を使ってた時期あったんですよ。グッチの財布だっけな、あれヴィトンじゃなくてグッチの財布を使ってた時期はあったんだけれど、今はもう全く使ってないですね。だってあれ長財布に関しては大抵の場合後ろポケットに入れてるじゃないですか。後ろポケットに入れるかカバンに入れる人が多いと思うんですけれど、その出し入れが面倒なんですよね。特に後ろポケットに入れていると、その自分が気が付かないうちに、後ろからこうスッと財布が盗まれる、そういう危険性があるんですよ。これ日本でも100% 安全とは言えないし、場所によってはその時の状況次第では後ろから気が付かないうちに盗まれる危険性がありますからね。特に海外へ行くってなった際、後ろポケットに財布入れてたら、まず高確率で盗まれます。これは間違いないですね。フランスとかドイツ、イタリア、スペインとか、あとはアメリカもそうだし、海外渡航を検討中の方は貴重品の持ち運びだったり、あとは動きやすい服装にシフトする、そういうものに変えるようにして、対策を整えた方がいいかもしれません。こうして散歩する際に着用している服装もそうだし、あとは日常生活における服選びの基準に関しても、それまでの経験が大きく影響していますね。できる限り荷物を少なくする、最小限のもので、まとめること、一つのものを3パターンか4パターン、もうあらゆる場面で活用する、それぐらい汎用性の高いものが重宝するだろうなと思って、でそっから持ち物を見直すようになったんですよね。私生活において、自分自身のライフスタイルにおいてミニマリズムを取り入れるようになったおかげで、かなり荷物が少なくなりましたね。てかどこに座ろうかな、そこ座ろうか、ちょっとここに座ろうかなと思うんだけど、これ大丈夫か、OK。こうして散歩をし続けて感じたのは、圧倒的にコスパがいいということですね。お金はかからないですし、誰でも簡単に始めれますし、基本的に動きやすい格好と歩きやすい靴があれば誰でも簡単に始めれるんですよね。で、スポーツジムへ行くっていうのもありなんですけれど、その分ねお金もかかりますし、そのスポーツジムによっては月額5,000円以上のところとか1万円近くかかるところもあれば、なんていうんですかね、1週間の間で何回行けるか、もしくは毎日利用できるかどうか、それによって費用も変わってくるんですよ。で、人によってはパーソナルトレーナーっていうのかな、そのトレーナー付きでジムに通う人も中にはいると思います。しかしその場合はものすごいお金がかかるんですよね。人によっては2万とか3万近くかかる例もありますし、それは場所によって大きく異なるので、何とも言えないけれど、どうしても自発的に体を鍛える運動をすることができないっていう人にとっては、そういう人の場合はジムへ行った方がいいかもしれないですね。で、単純に僕の場合はそういうジムとかそれ以外にも、なんていうんですかね、月額制のサブスクとかそういうものがあんまり好きじゃなくて、できれば払いたくないんですよね。で、それよりもその余計なお金を払わずにもっと楽しめることはないだろうか、もっと効率的にもっと自分の好きなタイミングで
少ない負担で、体を鍛える運動をするとか、そういうメンタルバランスを整えるとか、他に何らかの方法がないだろうかってずっと考えてたんですよね。でそれで思いついたのが今こうして、散歩し続けることなんですけれども、これがねもうめちゃめちゃ心地いいんですよね。今ですねちょっと1名通行人の方がいましたんで、その方が通り過ぎた様子を見計らって、もう一度撮り直してます。まあこういった予想外な出来事もありますんでね、なるべく他の人は映さない体で、動画を撮りたいと思います。まあこうしてね、散歩をする習慣を取り入れるようになってからもうどれぐらい経つんかな。まあ多分ね車を手放してからだと思うんですよね。で車を手放すようになってからはまあ次第に電車通勤とかもしくはまあ徒歩で行けるところはできる限り徒歩で行くようにしていますし、まあ一度払う金額は良くてもそれを週に5回とかそれを1ヶ月続けていくってなるともうそれなりに交通費もかかるわけですよ。もうそれだったらもうちょっと違うことにお金を使いたいですし、まあ、自分にとって有意義なことであったり、あとは自分が今欲しいと思っているもの、まあ、今後なんていうんですかね、動画撮影における機材を投資するとか、もしくは他にもっと自分にとって、メリットになる今後の創作活動における投資の目的、その事業目的での投資も兼ねて、そっちにお金を回すようにしたいんですよね。まあそういった理由もありますし、僕の場合は散歩する以外にも自転車に乗って移動することも多いので、自転車を買うようになってから電車に乗る機会が大幅に減りましたね。あとは自転車もかなりいいですよ。おかげで行動範囲がすごく広がりましたし、めちゃめちゃ体にも良くて、で太もものこの足の筋肉がかなり鍛えられて、一昨年の11月頃に仙台から松島まで自転車で行ったことがあったんですよね。片道2時間ぐらいかな、往復で4時間。いやめっちゃ走りましたね。自転車で行った時これ本当にたどり着けんのかなって最初はねそう思ったけれど、でもなんだかんだでね行けちゃうんですよ。まあこうやってね、今この緑豊かなもう十分なぐらいに木が生い茂っている環境の中でこうして、今考えていることや現在の心境について、ありのまま話しているわけなんですけれども、この時間がねすごく心地いいんですよ。しかも今ゴールデンウィークの真っ最中なんですけれども、今この場所に来ている人本当に少ないんですよね。1人か2人、今さっき通行人がねこの後ろの辺りをこう歩いていたんですけれども、もうそれを除いてあともう周り誰もいません。本当にいないですね。一番向こう側でテニスをしている方が一組いるぐらいかな。うん。あとはもう全然いないです。いや、そういう面ではね、やっぱりこうして散歩する習慣があるおかげで、なるべく人の少ない場所を選ぶようにはなりますし、で、そういうなんだろうな、散歩し続ける習慣を交えるようになった、それを取り入れるようになったおかげで、まあ普段私生活、その自分の住む町の至る所での小さな変化を楽しむことができたり、こういう店があるんだとか、ここめっちゃいいじゃんっていう風にね、まあそういった感じで小さな発見というものがいろいろ出てきたりするんですよ。そういうのがね結構楽しくて、僕は割と散歩することが多いです。でこれについてはまあ日本国内、まあ、どこへ行っても散歩する習慣は継続していきたいですし、それこそ海外を旅する時もどう言えばいいかな、まあ荷物を宿泊先に置いて、できる限り身軽な状態で、訪れた町であったり、郊外の小さな町村とか、まあどこでもいいんですけれどローカルな場所を歩いてみたいんですよね。実際に去年の3月から4月下旬頃の間ニュージーランドを旅していた時も、その場所に住む住民と同じような目線で過ごしてみたいなと思って、そういう感じでね観光スポットには行かずその町でゆっくり過ごす、でその地域に住む住民がよく利用している図書館であったり、またはスーパーマーケットもそうだし、だからそういうローカルな場所を見つける過程が好きなんかな。だからそういうのも含めて
割と歩くことが多いんですよ。まあかなり歩いてましたね。で、そういう旅の経験もあって、なるべく重量はなるべく服の数は少なくてもいいっていうことと、持ち歩くものはできる限り少ない方がいいっていうこと。だからそういうトライアンドエラーというか、なんかそういう経験も交えて、なるべく荷物を少なく済ませるようになりましたね。で、それが、まあ、後のこういう、散歩をする習慣にも影響してきて、まあ、できる限り動きやすいものだったり、まあ、それまで体験してきたことであったり、過去の経験もあって、で、それが今に影響してるのかもしれないですね。まあ、もしそういうね、散歩し続ける習慣であったり、ミニマリズムを取り入れるっていうようなことをしなかったら、多分今の僕はなかったかもしれないですね。こうして、YouTube を撮り続けることであったり、または持ち物を少なくするとか、あとは海外を旅するとか、外の文化にで日本以外の国の文化に触れるとか、外の世界に対して関心を寄せるとか、まあ何でもそうだけれど、どうなってたんだろうな、もう一つの世界線、もう一つの未来とか、そういうものを今ね、ちょっとぼんやりと考えてみたんですけれども、どうなってたんだろうな。こうして散歩し続ける習慣であったり、なるべく少ないコストで、楽しむ、0円でも楽しめるものを増やすとか、多分そういう考えは今頃なかったかもしれないし、わかんないですよね。学ぶこともあれば失敗するようなこともたくさんありましたし、まあ何事もね、無駄にはならないですよね。まあそういった無駄な経験だったり、失敗を繰り返して、それらを積み重ねて今があるわけですし、何がつながるかわからない。だからこそ面白いんですよね。まあ、こうして散歩し続ける間でも、ちょっとした小さなアイデアが生まれたり、次回はこういう風にしてみようかなとか、次回はちょっと違う場所へ歩いてみようかなであったり、それまで思いつきもしなかったことが生まれたり、まあ、いろんなね、そういう小さなメリットがあるわけですよ。今回はね、こういうなんだろう、散歩で学ぶミニマリズムっていうテーマを交えて話しているんですけれども、もしかしたら次回は全く違う動画を撮ってるかもしれないし、今こうして撮り続けておそらく20分ぐらい経ってると思うんですけれど、そういうね、次回どの場所でどんな動画を撮ってみようかなとか、なんかそういうアイデアが生まれたりするんですよね。日本三景松島へ行くのもいいですし、または福島へ遊びに行くとか、山形へ遊びに行くとか、まあ何でもいいし、まあちょっと日帰りでもう日常生活の延長線っていうような感じで、まあ、ちょっと足を伸ばしてみるっていうのもいいかもしれませんね。そういったちょっとした小さなイベントも交えて、これから先もYouTube を続けていきたいなというふうに思います。そんなところですかね。まあ、というわけで今回もただひたすら今考えていることや現在の心境についてありのまま思ったことを話しているだけなんですけれども、いつも僕の動画を見てくださっている視聴者の皆さん誠にありがとうございます。というわけで、今何時だっけ。現在の時刻は1時50分か。こうして話をしている間って時間が経つのがすごい早いんですよ。あっという間ですね、これは。というわけでもうそろそろ時間ですので、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。